抜け出したい、解放されたい、自由になりたいという思いが強くなりそうです。この先に明るいものを見ていらっしゃる。それが今月の最終結果に出てます。現実と理想のギャップっていうのが埋まってくるんですよね。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレイコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、それでは、いて座の皆さん、行ってみましょう。それでは開けていきましょう。11月です。はい。ワンドのページの101です。はい。ペンタクルスですね。ペンタクルスの8の逆位置だ。はい。スターの逆位置です。はい。太陽。逆位置揃いですね。はい。ジャスティス。いいですね。整っていきます。整っていく流れができてますよ。それから、はい、カップのページ。エンプレス。デビルの逆位置です。それから、はい、ソード2。はい、いいですね。ワンド3。はい、このカードです。はい、それではリーディングしていきましょう。11月のいて座の皆さんです。よろしくお願いします。使っていくカードはユニバーサルウェイトタロットデッキです。前回から引き続きこちらのカードを使わせていただきます。概要欄にリンク貼ってますので、ご興味あったらご覧になってみてください。はい、今回は、さっき言いましたように、整っていく流れ、整えていく流れ、あなた様自身が整う流れなんですね。で、それはなんでかっていうと、最終結果に来てるのがこのカード。明るい未来を見てますね。明るい未来を見るために、整えていくべきことがあるって、まず伝えてくれてますよ。何でしょうかね。あなた様にとっての整えていくべきこと。それ、整うと、理想の未来が見えてくるんですよ。最終結果とてもいいですね。そこが整うと、もうこんな感じで、身を任せていく感じなんですよね。はい。ではね、一つ一つ見ていきましょう。現状がワンドのページ逆位置です。少し感情に波があるとか、なんかイラッとくるとかですね。かまってちゃんのカードでもあります。ここもかまってちゃんだな。だから、何でしょうかね。少し思い通りになってない感じというのが、ご自分の感情として出てくるかもね。そのようにカードが伝えてくれてます。それからもう一つ、連絡ミスを表すカードなんですよ。だから、連絡ミスにはご注意ですね。そしてもっと言うと、もしかしたら、見ている情報とか、見ている現実とか、もしかしたら違っているかも。そのようにお伝えしたいと思います。何か受け取ってくださったらなと思います。それから、思っているのとなんかちょっと違うっていうのもちらちら感じられることですね。思っているのと違うなっていう
感情が湧いてきそう。で、そこに対しては、このカードですが、ペンタクルス7、聖1、ちょっと見守りたいですが、それから、具体的に、現実的に何か対処していくということで改善されていくというカードでございますよ。なので、何か思ってるのと違うなということがあったら、それを見過ごさないで、現実的に対処できるところを一つ一つ丁寧に対処していくっていうことが、結果的にすごくいい結果につながると伝えてくれてますよ。おそらく気がつくと思います。あ、ここをこうしたらいいんだっていうこと、少しずれてる感じがあるんですよ。少しずれてる。で、そのずれてるという違和感は前から感じていたはずです。このカードが伝えてくれてますね。今月表面化するかもしれないけれども、そのこと前からいて座のあなた様は、あれちょっとなんか違ってるかもというのはうすうす感じていたことです。それが表面化する。でもそれはですね、結果的に明るい素敵な未来を見るために必要なことなんですよ。はい。どのように伝えてくれてます。具体的な改善策が効いてきます。そしてこちらにスターの逆位置っていうカードがいますね。これ潜在意識です。いて座の皆さんの潜在意識。潜在意識っていうのは自分で気がついていない部分の意識です。あなたの中の潜ってるところの意識ですね。これスター逆位置なんで、理想と現実のギャップというふうに今回読みたいと思います。理想と現実のギャップをどこかで感じている。あなたの本心が感じている。そのように出てますよ。だから、こちら、潜在意識として、なんかね、今までやってきたことがつまんなくなっちゃうとか、やめちゃおうかな、サボっちゃおうかなっていう気持ちになりそう。はい。でもそれってサインなんですよ。サインなんですよ。見直すサイン。調整するっていうふうに言いましたが、現実的な対処をするって言いましたが、理想と現実のギャップっていうのを感じてるからこそ、今目の前にあるやってること、それがちょっとつまんなくなっちゃう。サボっちゃおうかなっていう気持ちになっちゃうと出てます。だけどそれを嫌わないで、あ、これサインだなっていうふうに捉えて、じゃあどうするかという形で発展的にものを考えていくといいと思います。必ずですね、それ整うんですよ。はい。で、今月、そのね、やるべきことに気がついて、それをやっていくことによって、現実と理想のギャップっていうのが埋まってくるんですよね。ですからこんな風に、望む未来を見ているあなた様がいるんです。最終結果に。そして現状と言いました。これがその前ですね。うすうす気がついていた感じ。それから違和感を感じていた。それが表面化してくるのかもしれないと伝えました。で、この先、ものすごい整っていきます。バランスが取れていきます。ジャスティス。2つのもののバランス。天秤のカードですね。天秤のお皿が2つあります。それがバランス取れている状態というのを表したカードでございますが、こんな風にですね、2つがうまくバランス取れている状態が作れるんですね。これがおそらく理想なんですね。この最終結果も2、ソード2が出ていて、後で読みますが、デビルもこれ男女が2人いるっていうカードなんですね。なんか2つなんですよ。ここでは理想と現実って言いましたが、おそらくいて座の皆さんの中に2つあるんだと思います。その2つが離れている。それを近づけるというところが今回のテーマなのかなと思いました。はい、ではね、こちら行きましょう。今月のあなた様自身、それから立場とかね、表します。カップのページの逆位置。はい、これも少し感情が波立ってる感じです。感情の波がある状態と出てます。集中できないということかなと思いますが、それがね、教えてくれるサインなんですよ。
集中できないカードが出てます。で、それをね、悪く思わない方がいいと思います。それサインだから。だったら整えていこう。整えていくっていう方法はどうしたらいいかなという感じで、考えていくといいと思います。そうすると整います。見えてきます。で、一方、周りの状況、周りの人がエンプレスですね。はい、これは大変豊かで恵まれたカードです。女性性のカードです。お母さんというイメージもありますね。あなた様をこう包んでくれる人がいたり、それから状況、環境があるよって伝えてくれてますね。これはいいんじゃないでしょうか。助けてくれるまでいかないんだけれども、いて座の皆さんがこうね、ちょっと落ち込んだ時なんていうのがあったとしたら、そこをね、優しく包んでくれているような、そのような環境、そのような人がいると伝えてくれてます。それからこの組み合わせ、まんまお母さんと子供なんですよね。お母さんと子供。だから親子関係で何か課題がある方もいるかもしれない。そのようにお伝えします。皆様、それぞれね、様々な環境で、様々なお立場でご覧になっていらっしゃると思うので、本当に例え話が難しいんですけどね。今回は、環境は恵まれている。周りの人に恵まれている。あなたを包み込んでくれるような、癒してくれるような、そんなところが出てます。これはとってもいいんじゃないでしょうか。ちょっと甘えたくなっちゃうかもね。周りの人に甘えたくなりそう。そしてこちらです。デビル逆位置。これは今月のいて座の皆さんの願望、希望、あるいは心配というところです。これすごいインパクトですね。デビルの逆位置。私はとても好きなカードです。ちょっと隠しておきますが。これっていうのは解放ですね。解放。何かやめたいこと、もういい加減足洗いたいことっていうのがあるでしょうか。抜け出したい、解放されたい、自由になりたいという思いが強くなりそうです。なかなか、思いがね、通らないとか、思い通りにならないという思いもあるのかなというふうにも思いますが、どちらにしても、今までの状況から抜け出したいって思いがすごく強くなりそう。で、それは、やめたいと思ってもなかなかやめれなかったことかもしれない。とにかくそこから抜け出したいよっていうのが思いとして出ています。はい、そして最終結果はね、この2枚です。ちょうどの2の正位置ですね。目隠しされて剣を持ってますが、ただ安定はしてる感じだし、やっぱりこのカードからも情報って感じるんですよね。はじめここでも、情報に注意、間違った情報に注意というふうに言いましたが、今月、一定座の皆さん、情報にやっぱり少しご注意されたらいいと思います。それが正しいかどうかを客観的に見極めるとかね、そういった意味で。それからバランス取れていくというふうに今回読もうかな。整えていくというのが今月の一つの課題というふうにお伝えしました。で、これバランス取れていくよっていうカードです。バランスが取れれば、あとは身を任せればいいというようなこともお伝えしたいと思います。で、ワンド3ですね。明るい未来の兆し、明るい未来が見えてくる。それから成功の兆しを表します。やはりこの先をすごく意識されているように思いました。今があってこの先があって、この先に明るいものを見ていらっしゃる。それが今月の最終結果に出てます。だから、要は整ってバランスが取れて、そして新しい明るい未来が見えている状態。それから望む状況。それが手に入っている、この先を見据えてるっていうカードが最後に出てますよ。これいいですね。最後まとめてくれてますね。なので今月、例えば理想と現実のギャップを埋めていくことだったりとか、対処していくこと、現実的に対処していくことっていうのがやっぱり出てきそう。それをしていくと、ものすごくいいんですよね。結果的にこのようにバランスが取れている上で、この先が見えてくると、カードが伝えてくれてます。
はい、そしてこちらが今月の対策、それから、幸せにつながるアクションとかね、そういったことで読みたいと思います。ペンタクルスの6の逆位置ですね。ペンタクルス、まあまあ出てますね。やはりお金とか経済面とか意識されている方が多いかなと思いました。これ今月の特徴でもあります。他の星座さんでもね、そういうことが出ておりました。そしてこのカードが伝えてくれているのが、やっぱりこれもバランスなんですよね。なんか整えるとかバランスとかめちゃくちゃ出てきますね。ここも天秤持ってます。ここに持ってますけどね。これはひっくり返ってます。だからここに行くんですけどね。最終的にものすごくいい形でバランスよく整っていくんです。だから、力が発揮しやすかったりとか、いろんなものを受け取りやすい素晴らしいいい状態になるんですが、その過程としていろいろね、カードが伝えてくれているんですが、これも整えていきましょうなんですよね。それから、これはお金のカードですが、これが逆位置で出るときというのは、あんまり出したくなくなっちゃうんですよね。いろんな意味で。お金だけじゃなくて。ギブしたくなくなっちゃう感じっていうのがあるんですよね。だけど逆にですね、自分に豊かなものを呼び込みたければ、出していく、与えていく、お金だけじゃなくて、なんていうかな、誰かに何かしてあげるとか、ギバーになると結果的に巡り巡っていろんな豊かなものが自分に入ってくるよっていう意味のカードなんですね。少し出し惜しみしたくなっちゃうかもだけれども、だけど自分から与えていく、あげていく、やってあげるという姿勢でいくと、とっても良くなる。運の巡りも良くなる。運とお金の連動があって、それがすごく巡りやすくなると伝えてくれてます。はい、動きを作りたいところですね。ちょっと抑え気味になりそうだけれども、動いていく、動かしていく、循環に加担していく。そのようにお伝えをしたいと思います。からもう一つですね、これはもうお金とかじゃないんですが、人間関係などで言いましたら、やってあげることとやってもらうことのバランスを整えましょうというカードです。このカードの世界観は、豊かな人がそうでない人にお金をあげてるっていう世界のカードなんですが、これが逆位置なので、もしかしたら周りの人と、あるいは誰かとギブアンドテイクのバランスが崩れてるかもというカードであります。なので、とにかくバランスを整えたいときですね。それは人間関係、のバランスを整えることでも全体のこの運が整うということに、加担することになるんですね。なんで、やってあげすぎ、やってもらいすぎというところがあるとしたら、その人間関係のギブアンドテイクも整えていく。そうすると、さらに開けていくとお伝えしたいと思います。はい、このように出ていました。今月はあなた様の中の理想と現実があるとしたら、そのギャップがあるとしたら、それをぐっと近づけていく。そのようなメッセージがたくさん出てきました。はい、タロットカードは以上になります。この後、オラクルカードを使っていきます。お仕事活動面、それから愛情面、最後に今月のラストメッセージということで出していきます。それから今月もコメント欄にアファメーションをお待ちしてます。アファメーションというのはちなみに、例えば、今月は望みが叶いましたとか、両思いになりましたとかですね。自分に対してポジティブな宣言を先にしてしまうことで、その現実を引き寄せるという仕組みでございます。よかったら書いてみてください。では、オラクルカード3回引いていきましょう。すぐ出ました。スッと出ましたね。なんか力強く出ましたよ。お仕事活動面と愛情面ということで出してます。今月のラストメッセージはこちらのカードを使いますが、一番最後にね、出したいと思います。ではね、早速開けていきましょう。お仕事活動面。はい。このカード、今回すごく出ます。ピアプレッシャー。なるほど。
プリムラです。可愛いけど強いみたいな印象のカードです。はい、後でじっくり読んでいきますが、こちら愛情面なんでしょうか。はい。ピュアリフィケーション。なるほど。このように出ました。それではカードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。はい、それではリーディングしていきましょう。はい、こちらからです。今回結構よく出るカードでございますが、お仕事活動面で見ていきます。はい、ちょっと鳥の鳴き声が入ってますでしょうかね。さっきから外でうるさく鳴いてます。はい。で活動というのは、お仕事以外に何かされていること、趣味とか、それから最近、学生さんかなという年代の方がね、結構見てくださる方が増えてるので、勉強とか部活とか、そういうことに当てはまるかもしれないです。はい。プリムラ。これすごく強い花なんですよね。こんなに可愛いのに強い花なんですね。そして、ピアプレッシャー。プレッシャーに向き合うってあります。はい。プレッシャーに向き合うと、まずお伝えします。それから、さっきも、整えるとか、やるべきことをやるとか、それから現実的に見直すところとか、そして改善点、具体的なところを改善策を出してやっていくみたいなことをね、かなり現実的なお話をしたんですが、本当に、またお仕事面でもそのように出てきてくれました。すごいね、泥臭い感じなんですよ。泥臭いことをやっていく。だったり、こういうカードリーディング見てくださってる方は、中にはね、魔法みたいになんか神様がパッとこう良くしてくれるっていうことを望んでる方もね、たまにいらっしゃるんですけど、今回はものすごく現実的な感じで出てます。逆にやりやすいというふうにも言えるかと思うんですが、泥臭い努力をしていくっていうことが、お仕事、活動面の実りにつながりますとお伝えします。なんか、そうですね、プレッシャーに向き合う。それから、圧に負けないでという意味のカードもあります。何か、やっぱりね、あるのかもしれないですね。圧に負けない。自分に負けない。それをお伝えしたいと思います。それからこのカードですね、意味合いとして、自分の心に忠実にねというところもあります。なんでそのままお伝えしたいと思います。外側のいろんなことに惑わされるんじゃなくて、自分の中にね、きっと正しいものがあるんですね。自分の心に忠実に。それをお伝えしたいと思います。本当に地道に一歩一歩やっていくときだと、カードがね、伝えてくれてます。そう、他の人からの圧で自分の考えを曲げるっていうことはしないでねということもお伝えします。それから今言ったことと同じですが、あなたの心がね、知ってるんですね。正しいのはどれかということをあなた自身が知ってる。なのでそこを信じてください。そのようにお伝えします。すごくね、強い方が多いと思います。可愛く見えるけど強いというカードでございます。私は勝手にそのように解釈してるんですが、おそらくいて座の皆さんも底力というか、見た目よりものすごく強いものというのをお持ちになっていて、それを発揮していくというのが今月だと思われます。はい、そのようにお伝えをしたいと思います。はい、この後愛情面で、共通メッセージもね、読みますので、まずこちら行きましょう。愛情面。白バラですね。ピュアリフィケーション。浄化というカードです。はい、何か浄化したい。手放すとか、忘れてしまうとか、そういうふうにすることがありそうです。これも、整うとかバランス取るということにつながるんですが、浄化、自分をきれいにしたいですね。自分の中で何かモヤモヤしていることとか、過去の出来事とか、それを握りしめているとしたら、それを手放していくチャンスですと伝えてくれてます。それ手放すと、ものすごい流れが良くなりますね。愛情面なので様々なパターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからという方、そしてご家族愛で見てくださっている方もいると思いますが、ご自分自身が
こうね、綺麗な状態、まっさらな状態、心に曇りがない状態でいると、今月はうまくいく。そして、クリーニングするタイミングなんですよね。何かあるでしょうかね、気になっていることとか。いよいよ手放すタイミングなのかもしれないです。浄化のカードが愛情面で来ています。許せないこととかね、どうしても許せないこととか、トラウマになっているような出来事とか、それをいよいよ手放していくタイミング、そのように伝えてくれてます。それ手放していくとものすごい流れが良くなりますよ。流れが良くなる。さっきもタロットカードのリーディングで、あれはお金とか豊かさで出ていたんですが、こう動かしていくと、与えていくと巡りが良くなるというようなお話をしました。愛情面はどちらかというと自分が手放すと巡りが良くなっていく。そしてそれが運と連動して良くなっていく。というようなイメージでございます。何か受け取っていただけたらなと思います。そして手放すと必ずその後に出会いだとか、また新しい幸せだとかやってくるんですよね。そのこともこのカードが伝えてくれています。これからお相手を探したいという方に向けてですが、やはり過去のね、ちょっと嫌だったこと、辛かったこと、そういうことを手放すことによって、新しい出会いを引き込むということにつながりますのでね、それもお伝えしたいと思います。自分次第の時ですね。本当に自分次第の時。はい、そのようにお伝えをしたいと思います。お仕事、愛情、共通メッセージをこのボトムで見たいと思います。はい。アップリスト your thought。考えをアップしていきましょうみたいなことですね。これ、なんて言ったらいいかな。このカードは上げ上げでいきましょうっていうことですね。気持ちも意識も上げていきましょうっていうことです。で、解説書でね、ちょっと今回確認したんですが、自分を取り巻く多くの恵みに意識を集中させれば、沈んだ気持ちや低い自尊心、そして多すぎる体重をも捨てることができますって書いてあります。はい。自分の理想の方向だったりとかですね、素敵と思える方向に意識を向けていく。それでこう、一緒にこう上がっていくようなイメージです。上げ上げって言いましたけど、こうね、11月っていうのは、日本であれば、日が短くなったりとか寒くなったりでちょっと気持ちがねダウンしがちな人が多いと思うんですが、そういう時だからこそこう上げていきましょうと伝えてくれてますね。お仕事面でも愛情面でもあなたのこの気持ちとか思いっていうのが現実にやっぱり反映されてくるんですよ。だからそういう時だからこそ自分をまずアップしていきましょう。それからもう一つアップって言いましたけど、よくサッカーとかでねアップしてるとかって言うじゃないですか。その本番がやってくる前にこう自分を上げている、体を作っているだとか整えているとか、本当にそんな意味合いでもお伝えできるかなと思います。これからですね、大きな未来の扉が開いていく、成功の兆しとか明るい未来へ向かっているというカードが出ておりましたので、そこに向かってこうアップをして、まさしくアップをしている時なんで、準備ですね、いろんな意味で準備をしている時なので気持ちを意識を上げていきましょうって伝えてくれてます。はい、共通メッセージでございました。ではね、最後、今月のラストメッセージ出していきましょう。カードはね、すべてきちんと切っておりますが、こうね、最後出す前に、ちょっとこうね、エネルギーを入れる感じで切っております。では行きましょう。伊手座の皆さん11月ですね。ラストメッセージください。はい。この1枚がラストメッセージです。それでは、オープン。はい。ジェイド。翡翠ですね。Be the bigger person。大きい人物であれというようなことでしょうか。これ自信持っていきましょうということですね。
自信持っていきましょう。この自分に忠実にとか、もう本当に自分だよということを今回結構お伝えしたと思います。自分をきれいにしておくとか、浄化しておくとかですね、上げておくとか、こんなことをお伝えしましたが、最後まとめてくれています。自信を持っていきましょう。それから同じく自分が正しいということを信じましょうと、解説書に書いてございました。はい。次に向かっている感じがすごくありますね。次の扉が開いている感覚が。だからそれに対してアップしている、準備している、整えているというのが11月かなと思われます。はい。これからますますご覧のいて座の皆さんは大きな人になっていくって伝えてくれてます。このように出ておりました。こちらのボトムもね、一応見てみましょうか。はい。レッドジャスパー。テイクアクション。はい。もう生きるみたいな石が来ましたね。生きるって印象です。フレーズはテイクアクションとあります。はい。行動ですね。行動しましょうっていうカードです。おそらくやっていくべきことがあるんじゃないかなと思います。それはとてもわかりやすく現実的に、やっていくことだと思いますが、さっきもね、タロットカードのリーディングでやるべきことがあるとか、対処していくとか改善していくとかね、そういうことをお伝えしましたが、つながってくるかなと思います。行動しましょうって来ています。はい、何か受け取っていただけたら嬉しいです。以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。何回かご覧いただきますと、その時に必要なメッセージが、また違ったメッセージが受け取れるようになってますので、よかったら何回かご覧になってみてください。はい。ではでは、ありがとうございました。